会社辞めてどうしてるのかと思ったら、清掃員なんてしてたのか。再就職先で偶然再会した。かつての同僚が小馬鹿にした様子でニヤニヤと笑う。トイレの清掃作業をしていた俺は、これ以上絡まれたくない一心で、無難な挨拶をし、その場を去ろうとしたが、彼は獲物を見つけた爬虫類のような視線を俺へ向け、逃がそうとはしなかった。君はスーツより、その清掃員姿が似合ってるよ。ほら、人間適材適所って大事だと思うし。ネチネチ絡んでくるところは、本当にあの頃と変わらないのだなぁと、いささか呆れ返ってしまう。だがそんな態度が伝わったのか、元同僚は明らかに不満そうな顔を浮かべ、俺を睨んできた。おい、なんだよその態度。それがあれだけ世話になった相手に対する態度か？え？お世話になった？自分の仕事を押し付けて、こき使うだけ使って辞めさせたの間違いではなくて？思わずあっきに取られてポカンと口を開けてしまう。しかしそんな俺の反応はさらに相手を怒らせてしまったらしい。怒りで顔を赤く染めると、バケツから雑巾をつかみ取り、俺へと投げつけてきた。胸元へヒットし、汚れた水をまき散らして、顔や髪までもしとどに濡らす。そんな俺の姿に、ヒーヒーと苦しそうにして笑い続ける元同僚。ああ、これは本格的に痛い目を見ないとわからないらしいな。醜態を演じる同僚を見限った俺は、内ポケットからスマートフォンを取り出し、ある人へ電話をかけた。俺の名前は白川はじめ。システム開発の会社で働いている。高校の授業で初めてプログラミングに触れて、俺はすっかりその面白さと奥深さに魅了され、高校を卒業した後は専門学校でスキルを磨き、今の会社に就職した。納期や顧客の無茶ぶりなど大変なことも多いが、好きなプログラミングに触れていられるので今の仕事は楽しい。だが、俺には一つ困ったことがあった。今朝も俺が早めに出勤して仕事に取り掛かっていると、出勤時間ギリギリでのんびり職場へと姿を現したとある人物が、早速俺へと突っかかってきた。へえ、今日も早いね、白川くん。仕事大好きじゃん。それとも暇なの？おはようございます、安野さん。昨日ちょっとやり残したことがあって。あなたは今日も遅いですね、とも言えず、俺は曖昧な笑みを浮かべてそう答える。彼は俺の同僚の安野さんで1年先輩にあたる人だ。すると、俺の返事を受けて、安野さんは何ともいやらしくにやりと口の端をつり上げた。ああ、そうなの。まあ、専門学校卒の白川くんには、ここの仕事は少しレベルが高く感じるかもね。そりゃ頑張って人より倍働かないとだ。遅刻寸前で顔を出した割には、急いで仕事に取り掛かる様子も見せず、安野さんはニヤニヤと俺を眺めてそんなことを言い募ってくる。そう、俺が困っていること。それはこの安野さんが何かとあれば今のようにしてしつこく俺へと絡んでくることだった。ちなみに、俺くらいになったらそんな仕事片手間で終わっちゃうけどね。なんせ俺、名門大学卒の仕事ができる男だからさ。安野さんは自身が名門大卒であることを自慢に思っているらしい。だからこそ専門学校卒の俺とこうして同じデスクを並べて働くのが面白くないようなのだ。なんでもいいが、本当に仕事ができる人は自分からそんなことを言わないに違いない。それに、実は俺が今やっている仕事は、本来なら安野さんが請け負わなければいけない類のものなのである。それなのに、いつまで経っても報告が上がってこないものだから、上がしびれを切らして俺へと仕事を回してきたのだ。
片手間でも両手間でもいいのだが、ちゃんと締め切りを守って仕事をしてくれと、俺は心から思ったが、それを実際に口にするのは、さすがにはばかられ、それはすごいですね、などと適当な相槌を打つ。だが、何事も調子に乗りがちな安野さんは、どうやらそれをまっすぐ褒め言葉として受け取ったらしい。まあまあまあ、白川くんが俺に憧れるのはよくわかるよ。なんせ俺、仕事もできれば、顔もイケメンで、さらには実家も裕福だからさ、女の子にもモテちゃって大変なわけよ。月に数度は美容室に通っているというおしゃれパーマをかけた髪をまるで見せつけるようにして描き上げ、彼は下り顔でうんうんとうなずく。そして安野さんはご自慢ついでにさも親切そうな顔をしてこんなことを言ってきた。俺的にさ、白川くんはとにかく経験が大事だと思うわけ。だからね、A 社からの修正依頼、あれ白川くんに任せてあげるよ。まあ、ちょっと大変だとは思うけど、何事も経験だからさ。え？俺は思わず目を向く。A 社からの修正依頼も、そもそもの発端は、ろくな確認もせずに納品した安野さんが元凶なのだ。言葉ではもっともらしいことを言っている彼であるが、要は自身の仕事の、それも雑な納品をやらかした尻拭いを俺へと押し付けているだけである。俺も納期が近い案件もありますので、それは…俺は遠回しながら断りを入れようとした。実際、今抱えている仕事だけでも手一杯で、その上、安野さんの仕事の肩代わりまでしているので、ただでさえしばらく残業決定なのだ。だが、そんな俺を安野さんは途端に怖い顔をして睨みつけてくる。はぁ？何？白川くんって先輩の親切をあだで返すタイプなわけ？この俺がせっかく君を指導しようとしてあげているのに？急な大声を出した安野さんに何事かと周囲の視線が集まる。また安野さんはさらに周りに聞こえるように、より大きな声で嫌味を口にした。白川くんもずいぶんと偉くなったもんだね。俺の指導はいらないって？へえ、君って案外そういうことを言う人だったんだ。俺、傷ついちゃうな。大げさに驚きながら、口にした覚えもない暴言を喧伝するかのように安野さんが騒ぐため、それを受けた周囲がひそひそとざわめき出す。やがて突き刺さる視線に耐えかねて、俺はうなずかざるを得なくなってしまった。わかりました。そう言って、うなだれる俺を一別して、安野さんはふんと鼻を鳴らす。わかればいいんだよ。わかれば。いいかい？これからも先輩であるこの俺のありがたいご指導は、心して受け止めるようにね。そこまで釘を刺して、ようやく安野さんは俺を解放してくれた。だが、それからというもの、彼は何かにつけて自身の仕事を俺に押し付けてくるようになる。またそのせいで、俺は就業時間内に自分の仕事を終わらせることさえままならずなり、それを挽回するために朝は誰よりも早く出勤し、夜は夜で誰よりも遅く退社することを余儀なくされた。そうして、俺はいつしか肉体的にも精神的にギリギリまで追い詰められてしまう。はじめ、あなた無理をしすぎじゃない？このままだと倒れてしまうわよ。母さんの言う通りだ。仕事は他にもいろいろある。今の会社にこだわる必要はないと思うぞ。母さん、父さん、ありがとう。ついには顔を見るたびに衰弱する俺を心配した実家の両親に勧められ、ほどなくして会社を退職することとなってしまったのだった。さて、退職後、俺はしばらく休んだ後、
縁あってセキュリティ会社に再就職することとなった。実はこのセキュリティ会社、俺の専門学校時代の友人である三井が社長を務めているのだ。もともとは三井の父が立ち上げた会社で、それを息子である彼が継いだ。俺が前の会社を辞めてしばらく経った頃、専門学校の友人たちとの飲み会に誘われたことがあったのだが、その場には社長になったばかりの三井の姿もあり、そこでたまたま彼の仕事の話となった。三井の会社はもともと防犯カメラの開発、販売が主だったのだが、彼はそれだけでなく、これからは防犯システムやサーバーセキュリティの方面にも力を入れていこうと考えていたらしい。そのため腕のいいシステムエンジニアを探していたそうだ。そしてこちらの現状を知った彼が、ぜひうちに来てくれと俺を誘ってくれたのである。三井の会社で働き出してから、俺の体調もみるみるうちに回復していった。職場の雰囲気も良く、何よりプログラミングに再び触れられる機会を得て、やはり俺はこの仕事が大好きなんだなと改めて実感したものだ。さて、それからあっという間に数年が経った。その日俺は社内でトイレ掃除に励んでいた。仕事に詰まると俺は時々こうして社内のトイレを掃除している。もちろん、もともと入ってもらっている清掃員も了承済みの行動だ。ちなみにこれは前の職場を辞めた後、しばらく通っていた精神科の医師から勧められたストレス発散方法でもあった。体を動かすことで思考の整理にもなるし、何より自分の手で綺麗になっていく空間を見ると、まるで精緻なプログラミングを前にしたような気持ちにもなるので、俺にとっては一石二鳥のリフレッシュ方法なのである。よし、こんなもんかな。俺は清掃員から借りた作業服姿で曲げていた腰を伸ばし、ぐるりとあたりを見回す。おかげで、どうにも引っかかっていた案件を解決するいい案も浮かんだ。お掃除様々だな、と浮かれながら俺は片付けを始める。だがその時、トイレに誰かが近づいてくる足音がした。ここは会議室にほど近い場所であるので、社員以外にも時々商談に来た取引相手なども利用する場所だ。相手も俺を清掃員だと思っているのか、特に警戒することもなく、そのまま中へと入ってくる。しかし相手は俺のことを見て、一度驚いたように目を見開くと、たちまちすっとんきょうな声を上げた。おい、白川くんじゃないか。安野さん。なんとそこには、前の職場で俺を退職にまで追い込んだ先輩の姿があったのだ。そして最初の驚きが過ぎ去ると、安野さんは早速その目を細めて、じろじろと俺を眺め回してくる。へえ、君あの会社辞めてどうしてるのかと思ったら、こんなところで清掃員なんてしてたのか。いつも小馬鹿にした様子で、こちらを見てはニヤニヤと笑う安野さんに、それ以上絡まれたくない一心で、俺は無難な挨拶をしてその場を去ろうとした。安野さんはお元気そうで、相変わらず髪から靴からピカピカに整えている彼であるが、あれから数年が経ち、さすがに少し老けたせいか、どうにも若者ぶりたいおじさんの痛々しさみたいなものが前面に出てしまっている。だが本人はそんなこと、ついほども思っていない様子で、獲物を見つけた爬虫類のような視線を俺へと向けてきた。そうだな。おかげさまで俺はこの通りって感じかな。ああ、君が辞めてから出世もしてね。あっちこっちから頼られちゃって、もう仕事のできる男は辛いよね。言いながらその目には、どうやって俺をいたぶってやろうかという刺激的な色が浮かんでいる。よくよく見覚えのあるその眼差しに、俺は嫌悪感を覚えずにはいられなかった。けれど俺の気持ちなど知ったこっちゃないとばかり。安野さんは場違いなほど明るい口調でとうとうと続ける。そうかそうか、白川くんはうちを辞めてから
清掃員に華麗なる転身をしたってわけか。まあ、専門学校卒の君にはいささかハードルが高い職場だったものね。そうだよ。人間無理しないのが一番。嫌味でしかないそんなことを口にして何が楽しいのかクスクスと肩を揺らす安野さん。うんうん。君にはスーツよりその清掃員姿が似合ってるよ。あ、清掃員をバカにしてるわけじゃないからな。ほら、人間適材適所って大事だと思うし。はあ、そうですか。どうでもいいが、彼はここに用を足しに来たのではなかったのか。それなのに目的も達成しないうちから、こうやって元同僚へネチネチ絡んでくるところは、本当にあの頃と変わらないのだなぁと、俺はいささか呆れ返ってしまった。だが、俺のそんな態度が伝わったのか、安野さんはそのうち明らかに不満そうな顔を浮かべ、俺を睨んでくる。おい、なんだよその態度。それが元とはいえ、あれだけお世話になった先輩に向けていい態度だとでも思ってんのか？え？お世話になった？自分の仕事を押し付けて、こき使うだけ使ってやめさせたの間違いではなくて、俺は思わずあっけに取られて、ポカンと口を開けてしまった。しかし、そんな俺の反応は、さらに相手を怒らせてしまったらしい。だから、お前のそういう態度のことを言ってんだよ。本当に、低能はどこまで行っても低能のままだな。バカはバカなりに、先輩に対して気を使えって言ってんの。安野さんは怒りで顔を赤く染めると、地毯打を踏むかのごとくその場で床を蹴りつけて大声で怒鳴る。その時ふと安野さんが目線を動かした。どうやら足元に置かれていた掃除用のバケツが視界に入ったようだ。瞬間、にやりと彼が笑った。彼の手がトイレ掃除に使ったばかりの濡れた雑巾をムンズと掴む。そして俺がはっと身構えたと同時に、彼は暴言を叫びながら、俺へとその雑巾を投げつけてきたのだった。先輩に対するふさわしい態度もわからないなんて、バカで低能なその頭の中、この雑巾で隅々まできれいに掃除してこいよ。ビチャンと彼の投げた雑巾が俺の胸元へヒットする。それも水気を絞る前だった。それは汚れた水をまき散らして俺の髪や顔までもを人戸に濡らしたのだった。まさか人に対してこんなことをしてくる人間がいるなどとは、にわかに信じられなくて、唖然とする俺を尻目に、安野さんはその光景を見て腹を抱えて笑っている。やっぱ白川くん超面白いわ。もっと一緒に働きたかったのに、辞めちゃったのが本当に残念だな。まあ、君レベルのおつむじゃしょうがないか。ひいひいと苦しそうにして笑い続ける安野さん。それを横目に、俺はひとまず床に落ちた雑巾を拾い上げ、淡々とそれをバケツの中に戻すと、持っていたハンカチで汚れた顔と髪を拭い、手もきれいに洗う。ついで、内ポケットに入れていたスマートフォンをおもむろに取り出し、電話をかけた。相手はこの会社の社長である三井だ。ああ、仕事中にごめん。例の防犯システムの件でちょっと話があって。そう。今日うちに相手方の担当が来てる。うん。その安野さん。あれ悪いんだけど、白紙撤回させてほしいんだ。電話口では突然のことに三井が戸惑うような声を上げている。だがそれ以上に大きな反応を見せたのは、先ほどまで無遠慮に俺をコケにしていた安野さんであった。お前、何の話だ、それ。その電話誰にかけてんだよ。おい。自分の名が出た時点でうすうす察してはいるのか、安野さんは青い顔しながら、俺をキョトキョトと見合ってくる。お前、ここの清掃員じゃ。いや、その前に、
白紙撤回とか言ったか？おいおい、マジで言ってんの？あれ10億の契約なんだぞ。事の次第を理解するに従い、ブルブルと震え出した安野さんを一別し、俺は静かにうなずいた。ええ、もちろん分かっております。申し遅れましたが、弊社の防犯システム開発の総責任者はこの私なので。ああ、今はこんな格好なので名刺も持たずに失礼。そう言って軽く黙礼する俺に安野さんはいよいよ目を向く。嘘だろ。そう言われましてもね。こればかりは動かしようのない事実ですから。そう言って俺は苦笑して小首をかしげた。そうなのだ。俺はこの会社に転職した後、拾ってくれた三井への恩もあり、自分の持てる力をすべて使ってがむしゃらに働いた。そうして会社の事業拡大に一役買ったとして、俺は順調に出世し、気づけば防犯システム開発部のトップとなっていたのである。またこの度、新たなシステムの開発を進めるにあたり、会社ではそのシステム構築の一部を外部に委託する予定となっていた。その委託先の候補であったのが、俺の元職場だったというわけだ。俺は契約については直接関わっていないため、誰が担当として入るのかは当日まで知らなかったのだが、まあこれもまた因縁というものなのだろうか。そのうち俺の突然の申し出を不審に思ったのか、社長の三井が社長室から駆けつけてきた。おい白川、一体どういうこと？安野さん？まさかこの場に取引先の担当がいるとは思ってもみなかったのか、三井があっけに取られたようにして安野さんを見た。それも安野さんといえば、とても用を足しに来ただけとは思えない。尋常じゃなく青ざめた様子で固まっているのである。三井はわけがわからないといった顔で俺に問うてきた。なんだよ、何があった？というかお前どうした？ずぶ濡れじゃないか。それに顔も髪も汚れてるみたいだし。俺は苦笑して答える。ああ、うん。ちょっとね。そこの安野さんに絞る前の濡れた雑巾を投げつけられて。は？俺の返事に今度は三井がすっとんきょうな声を上げた。雑巾って、何をどうしたら他人に雑巾なんて投げつけるシチュエーションになるんだよ。だよね、普通はね。おい、当事者が他人事みたいに言うな。いい加減話が見えずに苛立ってきたらしい三井に、俺は事情を簡潔に話した。ちなみに安野さんはその間、完全に機能停止したかのように隅に突っ立ったままである。やがて、俺の話を聞き終わった三井は、顔を引き締めて、毅然と安野さんに向き直った。これは弊社の社長としてではなく、ここにいる白川の友人としての言葉です。そう前置きして、三井はなおも言葉を続ける。ですが同時に、白川はこういった場で、くだらない嘘をつくようなせこい人間ではないということを、俺は重々承知しています。そして、こんなに真面目で人のいいやつ相手に、安野さん、あなたはひどいことをした。三井は、俺が前の職場で辞めた経緯なども知っている。その時は、安野さんの名前こそ出さなかったが、今のこの状況を見て、彼は早々に九段の先輩が安野さんのことであると察したようだった。また、今回の契約で前の職場が取引先の候補に上がった際も、三井は事前にお礼と話をしてくれていた。だから俺はあくまで一エンジニアとしての観点から、会社同士の契約なら、俺がとやかく言う筋合いのものではないとそう返事をしたのだ。だが、その担当が安野さんならば少し話が違ってくる。根本的な彼の人間性、そして仕事に対して雑なところや責任感がないところは、後々に必ず厄介な問題の種になると俺は踏んだのだ。
実際、彼は前の職場でもその尻拭いを俺に押し付けていたわけだし。公私混同と言われようが、俺は大事な友人をこんな目に合わせた社員が働く会社とは取引をしたくない。白川の提案通り、契約は白紙撤回します。そう宣言した三井に、ようやくフリーズ状態から脱したらしい安野さんが、今更ながらあたふたと慌て出す。そんな、俺は別に白川くんをバカにしたわけじゃなくてですね。そう、ちょっと手が滑って偶然。そう、偶然。雑巾が彼へ飛んでしまっただけで。この後に及んで、まだそんな言い訳を口にする安野さんに、三井が半眼になっている。偶然手が滑って相手に雑巾が飛んでいくシチュエーションなど、俺も、そして三井も生まれてこの方遭遇したことはない。だが俺に視線をよこして重いため息をつく三井の姿に何を思ったのか、安野さんがさらにわめいた。謝ればいいんですか？白川くん、すまなかったね。その作業着も弁償するし、なんなら慰謝料を払ってもいい。だからお願いだ。契約だけは。しまいには米付きバッタのごとく、その場でペコペコしだす彼であったが、砂粒ほどの誠意も見られない薄っぺらなその謝罪は、ふわふわと宙に浮いたまま、トイレの窓から外へと流れ出ていくだけであった。一応聞くが、白紙撤回は変わらずでいいんだよな。呆れた顔でそう確認してきた三井に俺はうなずく。そして、安野さんのことをまっすぐに捉えて口を開いた。ということで安野さん、ご足労おかけしました。もう二度と会うこともないと思います。どうぞお気をつけてお帰りください。一語一語言い聞かせるようにしてかけられたその言葉に、やがて安野さんはがっくりと肩を落とした後、すごすごと帰っていったのだった。さて、その後のことである。安野さんとの会交があった翌日、俺とは面識がなかったが、彼の上司にあたる人物が改めて弊社へと謝罪に来た。だが時すでに遅し。その件は昨日の出来事を受けて、もう別の会社と契約を交わしてしまったのだ。幸いというか、謝罪に訪れた上司は安野さんのようにごねることなく、謝罪だけ繰り返すと静かに帰っていった。ちなみに、10億の契約をみすみす逃した安野さんは、懲戒免職となる前に、自ら退職したそうで、今はどこにいるかもわからないそうだ。そしてこれは三井が聞いてきたことだが、そもそも安野さんは俺以外にも、部下や後輩に自身の仕事を押し付ける常習犯だったらしく、匿名の密告でそれが社内にバレてからは、かなり身の置きどころがなかったらしい。それに、あの契約の件で弊社を訪れたのも、もともと担当者として決まっていた自身の後輩から、強引に仕事を奪い取った結果だったというではないか。俺には出世だなんだと言っていたが、ここまで来ると、その虚勢がなんだか少し哀れにも思えてしまった。一方、俺はといえば、相変わらず仕事漬けの毎日であるし、リフレッシュがてらのトイレ掃除も未だ続けている。そして今日も俺はトイレの床を磨きながら、人々がより安全な暮らしを送れるよう、日々アイディアを練っているのであった。